他で食べたことない料理がいっぱいメニューにあるんで、なんかどれ食べても今までにないなんか味ってどんな味するんやろみたいな一品料理とかがたくさんあって、そこが魅力ですね。はい。なかなかない唯一無二の美味しいかまぼこで、ウッフドロワイヤルっていうのが看板メニュー。かまぼこの概念が変わりますね。はい。これもかなりおすすめです。ね、ハスさん。来てもらったお客様に、つかみじゃないですけど、ちょっとでもその最初からこうなんかちょっと感動してもらえたりしたらちょっといいかなっていうのでやり始めたんですけど、なんかその誕生日だったりとか、例えば父の日だったりとか、なんかそんなんとかでもお客様の方から今度はこんなんがあるんで書いてもらえますかとかも言ってもらったりは、はい、してます今は。11月7日で6周年になりました。丸6年ですね。もともとはその福島区が1店舗目で、それは今7年目なんですけど、はい、そこがオープンして1年後にここが2号店としてオープンした形にはなりました。でオーナーがもともと芸人の時の同期でして、はい、古くから、本当芸人になる前から結構知り合いというか、ずっと、はい、連れ添ってもらってる仲なんですけど、オーナーが先に芸人を辞めるってなって、天満の当時八尾かまぼこ店っていう師匠がいらっしゃったところ、そこにオーナーが食べに行った時に、食べて一目惚れじゃないですけど、こうすごいなこれってなって修行をする、もう次の日から修行しに行ったのが始まりだったんですけど。
まあ、地下で工場を持っているんで、そこでオーナーと一緒に修行に行った子がもう一人いるんですけど、まあ、その子が毎朝こう工場で吸って、それを各店舗に振り分けてやってるという感じなんですけど、一応すり身自体はタラを使ってます。 100% スケトウダラで、サービスエリアとかでは多分あるじゃないですか、かまぼこみたいに。ですけど、それよりももっとこう注文してから練ってあげるんで、よりやっぱり揚げたて熱々、それともちもちのかまぼこを食べてもらえるのが一番特徴。まあ、それを食べて飲んでもらうっていうのが、まあ、他にはないのかなって思います。ね、かまぼこシートって言って、80ロールっていう、それもちょっと発明したお寿司、巻き寿司なんですけど、まあ、本来の巻き寿司は一番上は海苔やと思うんですけど、薄いかまぼこを作って、それで巻き上げているという、ちょっとかまぼこ屋ならではの巻き寿司を作ってるんで、それに使ってます。
おでんもちょっとかまぼこを使ったかまぼこで出汁を取ったおでんなんですけど、このかまぼこで出汁を取ったこのかまぼこは食べない、もうこれだけに使ってるんでちょっと贅沢なんですけど、まあ、それぐらいちょっとこう優しい味というか、まあ、牛すじと、まあ、魚が、ね、かまぼこは魚なんでと野菜とでこう出汁を取って一応シンプルな出汁なんですけど、まあ、そのかまぼこを使ったっていうのはあんまないんかなっていうのは他のおでん屋さんは一応そこは自信持って、はい、やっております。ちなみに西村さん的になんかおすすめの具材が、やっぱ白天食べてほしいですね。はい、白天が、はい、まあ、筋も結構長時間煮込んでるんで、白天やっぱり直で作ってるんで違いはあるのかなと思います。もう結構その揚げたてをそのまま持っていってるんで、結構そうですね、みんな食べてもらっても、まあ、白天美味しいなって言ってもらえることが多いと思います。今からは、はい、いっぱいちょっと仕込まないとダメなんで大変なんですけど、はい、頑張ってます。ここがオープンした時に、まあ、お花をいただいたメンバーなんですけど、まあ、僕とかオーナーとか、まあ、先ほど相方も、まあ、あとまあ重曹店の店長も今ちょっと同期で、まあ、4人そこは同期なんですけど、まあ、その劇場の、まあ、僕たちもちょっとメンバーとして活動してた時期があって、まあ、その時にまあ一緒に立たせてもらってた先輩だったり後輩だったりなんですけど、もうちょっとみんな本当全員東京進出しましたけど、はい、当時は大阪で皆さんやられてて、で僕たちも一緒にこの先輩後輩と戦いながらやってたんですけど、みんな東京からこっち帰ってきたら顔出してくれたりとか、今もその大阪のメンバーまだ残ってるメンバーいてるんで、そのメンバーもまあ劇場終わりだったり舞台終わりにまあそうですね、打ち上げとして使ってくれたりとかはしてます。今まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、ギャンブル4兄弟という武道館とかでチンチロやったりするような面々なんですけどまあまあ、ここの4兄弟の一番上におったんがうちのオーナーのコーチ、まあ本当はその5兄弟なんでしょうか、分かんないですけど5人兄弟なのか、まあちょっと親方って呼んでるみたいなんですけどみんなは、まあ、その時にこの4人ででっかいお花をくれた時のやつですね、これは。はい、昔からこうやって遊んでたメンバーという感じですかね、オーナーの。はい。
願いします。18キロぐらいじゃないですか。18キロぐらいですかね。今はさっき言ったように一品が増えてきたんであれですけど、多分その初期はほんまにかまぼこしかなかったんで、もっとかもしれないです。はい。ウッドロイヤルカルボナーラかかります。はいよ。カルボナーラ味です。これちょっと余熱で中身すぐ固まるんで、大丈夫で先に切り分けお願いします。ネギと生姜が入ってます。これに染み込んだらめっちゃうまいんですよ、これ。
卵の定番料理がめちゃくちゃ美味しくて、去年来たんですけど、なんか今年も食べたいなと思って、1年ぐらい前に来たんですけど、思い出して食べたいなってなって、今回来たんですけど。卵もトロトロで、なんか、新しい食感、なんか、味わったことない食感だったんで、美味しかったです。10番さんね。いらっしゃいませ。はい、そうです。今日の9時のお客さんです。今回ガフーリオさんからご紹介いただいたはいはい。で、それで僕来させていただいてありがとうございます結構はいオーナーっていらっしゃるんですか？来ていただけますし、僕たちも行かせていただいているような、そんな中なんですけど。どうですか、オーナーどういういやいやいや、印象面白いですもん。はい、かなり。ここの通りがかなりね、本当に人通り少ないんですけど、まあ、そこのこの並びのドンみたいに僕は思ってますけど、はい、ガフリオさん、もうずっと長いことやられてるんで、やっぱり、はい、大先輩なんで。やっぱ西村さんが思う、はいガフーリオさんがこれ食べたこれ美味しいよっていうのはあるんですか？うわー、でもやっぱパスタ美味しいですね。うんはい。ピザも美味しいですね。はい、やっぱすごい、それこそもう繊細にこだわりが強そうですもんね、柴田さん。いやでもやっぱすごいなと思います。まあ味がもう複雑なんですけど、なんかこう旨味がギュッとくるというか、なんて表したらいいかわかんないですけど、やっぱプロだなというふうに思いますね。はい。なんで西村さんがここは特別だと思うはい。おすすめの名店あればご紹介いただきたいんですけど。まず1個は最近オープンしたんですけど、もつ酒場、焼きホルモンだったりとか肉を焼いてくれるんですけど、そのお店のしびれっていう部位を
食べさせてもらった時にやっぱりこれだっていうしびれましたしびれましたねまさにはいブルブルってなりました、はい、うまかったです。はい。なんかどういうお料理？もうめちゃくちゃ多分すごい丁寧に仕込みした部位を焼いてくれるんですけど、オーナーが店主が焼いてくれるんですけど、それをもう出してもらって、それを当てに一杯みたいな感じのお店なんですけど、あんまりどこかわからないですけど、僕しびれたことだけしか覚えてないですけど、それがまあ美味しかったなっていうのが。ちなみにエリアっていうのはどうエリアもこの近く南エリアの、もうちょっと南下ったところにあるんですけど、店名は、エブリバディ、はい、がおすすめですね。何が食べられますか？ハンバーガー、ハンバーガー。はい、ハンバーガーが食べれるんですけど、ね、そのいろんなマクドナルドとかいろんなところがある中で、やっぱそのハンバーガー屋さんもうめっちゃでかいですよ、1個、こんなんで、はい、縦にこんなんちょっと一口でいけんのかなと思うんですけど、もう食べたらもうペロリと1個丸々いけちゃうよっていう感じのお店があります。最近ちょっと2年ぐらい多分大黒町の方でやってたんですけど、今は北堀江の方で、はい、やっております。そこが奥野のバーガーというお店でございます。韓国料理屋なんですけど、もうほんまそこの斜めにあって、それもちょっと僕たちの同期が、はい、たまたまっていうかやってて、たまたま近くに移転してきたんですけど、そもそもちょっと違うところでやってたんですけど、はい、こっちに近くに来て今やってるところがあって、そこはねやっぱりキンパですね。僕たちも巻き寿司やってますけど、韓国のならではの巻き寿司というか、ちょっと細巻きなんですけど、はい、それは美味しいです。スルバムという韓国料理屋です。